おはようございます。なんか今週ナイフを2つ作ったんですよ。この鹿の角のナイフと、こっちは梅の枝でグリップを作ったんですけど、なんかね、柄の仕上げをしてる間になんか変になっちゃって、なんかどうもこのステインで濃い茶色にしたかったんですよ。ところが僕の悪い癖で、この木をヤスリで磨きすぎてツルツルにしすぎたもんで、ステインが全然染み込んでいかなくて、だから全然濃い茶色にならなくて、そこで着色ニスを塗ってみたんですよ。そしたらなんか不自然になっちゃって今ちょっと泥沼化してて、まあ使っていけば自然に剥げていくんだと思うんですけど、今ちょっとね、布でこすってその使い込んだ感じを出せないかどうか今やってるんですけど、これでちょっとはマシになるかもしれない。こんな感じで磨くとね、これ昨日の夕方このニス塗ったんですけど、昨日じゃない、一昨日か。だからもう48時間ぐらい経ってるんで、完全に乾いてるんですよ。でね、ちょっと布でこすると落ちるので削れてね。だからちょっとこれでやってみようと思いやす。ピカールをつけてみようかな研磨剤、ピカールの練りっていうやつです。変だな、やっぱ。こんな感じでね、ちょっとハゲてきてるんですけど全然良くないな。いいや、もうこれは普通に道具として使い倒します。それでこのナイフ2本同時進行で作ったんですけど、もうちょっとね、全然違うタイプのものにすればよかったなと思って。なんか同じような形でしょ。とりあえずなんか磁力がある。こすったから磁力を帯びたのかな、わかんないですけどもうちょっと長くて細い刃で、もうちょっと尖ってる感じのナイフを
もう一本ね、材料はまだ余ってるんですよ。丸のこの使い古しの刃を、これが材料なんですけど、まだこんだけあるんで、あと 2,3 本作れるでしょ。だからちょっともう一本今からちょっと作ってみます。さて、どんな感じかな。まあちっちゃいナイフなんだけど、見えない。どのくらいかな。ちょっと紙持ってくる。このくらいで、まあ、このでこうグリップをこう差し込むタイプかな。でちょっとね、本当はもっとこの刃の部分をなんか素朴な、ちょっと削った跡とか叩いた跡が荒々しく残ってるぐらいの素朴なナイフにしたいんですよ。なんかこういうピカピカした感じじゃなくて、こんな感じでね伝わるかな。ちょっとやってみます。これくらいで、よいしょ。これはね、鉄なんだけど、なんだろう、まあそういう丸のこの刃なんで結構硬い金属なんですよね。でこれはね、一回真っ赤になるまで焼いて、でそのまま水に入れるんじゃなくて、そのまま冷ますっていう焼きなましをしてあるんですよ。焼きなましをすることによってこの鉄がちょっと柔らかくなって加工しやすくなるんです。でナイフの形にある程度作ってから、またもう一回真っ赤に焼いて、今度は水にジュッてつけて焼き入れをするんですね。そしたら硬くなって、で刃を研いでって感じの工程です。YouTube で勉強しました。ありがたいですよね。なんか YouTube で教えてくれる人がいるので。これはね、ちょっと怖くないナイフというのをコンセプトに作ったので、こんな可愛い形になったんですよ。この先端も尖ってなくて、僕が若干先端恐怖症なのでこういうナイフならちょっと親しみを持てるかなと思って作ったんですよ。今回のはちょっとだけ尖らせようかなと思ってます。ってない方がいいな。
こんな感じで切り出していきます。よし、グラインダーじゃあグラインダーでカットしていきます。火花が出るのでメガネをしてね、しましょう。こんな感じです。まだ何本か作れますね。これは大事に取っておきます。これは切る用の薄い刃なんですけど、これを削る用の刃に変えます。ちゃんとね、変えるときはコンセントを抜いてこれって100円ショップにも売ってるんですけど、九州のハンズマンというホームセンターでは93円で売ってます。ちょっと刃の形を整えます。このバリを取るというか、青本当はね、こういう金属削る時も粉塵がかなり出るんでマスクしなきゃいけないんですけどね。刃のカーブこの部分
ちょっと手でやります。繊細な部分なので。ちょっとここが太いか。ここをもうちょっと細くします。まだだな。見えるかな。わかんないか。ちょっとね、この今反ってるのが気に食わないんですよ。なのでもっとここの刃先を下げます。ちょっと反ってるんで。カメラ揺れますね。さあ、どうかな。あ、いいか。じゃあとりあえず刃の形はこんなもんかな。よし。で、さっき言ってたこの筋を入れていけばいいのかな、この段階で。僕もちょっと模索しながらです。いつもそうですけどね。いつも模索しながらたまたまうまくいってるっていう。
これ最近最近気づいたんですけどね、今更かよって感じなんですけど、こういう万力で物を固定しながら作業するとすごくやりやすいんですよこれなんかこういうの切る時でもね、手で持ってこう切るよりね、ここで押さえて切った方が断然楽なんですよそんなね、なんか当たり前のことに今更気づくという、何年やってんだっつう話ですよね。このヤスリでこの筋をでつけていけば、丸いヤスリの方がいいかな。こんな感じでね、サンダーでやったらどうだろう。サンダーっていうかグラインダーでやってみようかな。グラインダーでやった方がいいかも。これいい感じですね。これを磨いていったらいい感じの模様になるんじゃないかな。いいじゃないですか。これでやっていこう。反対側もこんな感じのテクスチャーになりました。これから、こちらに刃をつけていきます。刃はこんな感じかな。こういうところグラインダーでやれば一瞬なんですけど、でもね、やっぱり手でちょっとずつ刃をつけた方がやっぱ仕上がりは良くなる気がします。よいしょ。グリップはどうしよっかな。やっぱり鹿ですかね。鹿の角。なんかね、鹿の角がなんかね、磨くのが楽しいんですよね。印つけるの忘れてた。
とりあえずナイフの形になったので焼き入れをします。ロケットストーブでに炭を起こします。七輪でもいいんですけど、七輪だとなんかね、ブロワーとかで風を送り続けないとこれを真っ赤になるまでは熱することができないんですけども、ロケットストーブだと上昇気流が起こるので、木炭を燃やすと鉄を真っ赤にするまで鉄を真っ赤にできる温度まで上がらせることができるんですよ。なので事前にやっとけっていう話なんですけどね、料理番組とかだったらね、もう事前に炭を起こしてあるんですけども今からちょっと炭を起こします。いいんじゃないですかね、これで。木炭はね、小さめに切っていきます。着火剤は何でもあるんです。昨日夜中結構雨降ってたから火のつきが悪いかもしれないな。問題なし。奥の方に炎が吸い込まれていくでしょう。サックスで鍛えた肺活量。もうちょっと炭がいい感じになったら、あれどこ行った？これだ。投入します。そろそろ入れてみようかな。ちょっと赤くなってきましたね。あんまり熱しすぎてもダメなんでしょうけど、
経験を積まないと分かんないでしょうね。もういい頃合いかもしれない。ほら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 、よし、冷やします。どうかな。焼き入ったかな。よし、じゃあ次の工程に移ろう。さて、グリップですね。グリップ、ランプの首輪につけてるチャームはここでしょ。こういうところでこうあったやつをね、いろいろ使って今こんな感じです。で、前に拾ったこれはもうだいぶ風化していて普通だったらこんな感じなんですけど、もうだいぶしらっちゃけてカサカサなんですよ。でもこれもね、磨けば光るんですよ、白く。ただナイフのグリップなので、こういう茶色い部分があった方が味がありますよね。これじゃちょっと太すぎるかな。この部分、だったらこっちでも、これちょうど良さそうですよ。ここまででもいいけど、田植えの準備で忙しそうです。ここで切って、これちょうどいいかな。なんか良さそうですね。この部分はまたなんか別のものに使って、これ握りやすいかな。ちょっとこう湾曲してるんですよね。ただ右利き用だったらこれでいいかもしれない。左利き用だったらこうすればね、これ握りやすいでしょう。これでいこう。これはまた別の機械に使います。鹿の角はね、これいいですね。なんか加工しやすいし、頑丈だし、なんか質感も面白いし、これは大好きな素材になりました。またね、いくらでも落ちてるんで、また拾いに行きます。ランプに探してもらおう。これなので、ここにこれが入る穴を開けます。で、エポキシの接着剤で固めると。で、柄を軽く磨いて刃を研げば完成です。この角ちょっと嫌だな。あ、やっぱり焼き入れたから硬くなってますね。面白い。穴をどうしようかな。これ失敗できないな。斜めになってるからな。難しい。こういうこんな感じかな、角度は。これを一回ちゃんと角度出した方がいいのか。こうだとね、こうだと変ですもんね。こう
握った時、そうだな、ちょっと切らなきゃ。こうこれでこんな感じかな。こうだな。よし、穴をむずいな。この辺か。あう固定が甘い。あんまり強くすると折れちゃう。深さ測ってなかったな。ちょうどか。独特の匂い。ちょっときついぐらいがいいですよね。その辺のね、さじ加減が難しいですよね。ぐりぐりドリルで揉んで穴を広げていきます。入り口の方はこれで大丈夫だな。もう一個大きいドリル、これだとでかすぎるな。やっぱりこれで広げるしかないな。あ、リューターでやればいいのか。
さが全然足りないな。深さが足りない。よいしょ。もうちょっと深さは足りてるはず。もうちょっと裾が狭い。でもやばい、この辺薄いな。こっち側にもうちょっと入れたいかな。っていうかもうちょっと刃をこう向けたいな。こんな感じ。今ちょっとこうなってるから、もうちょっとこう。でも危険だな。ここをちょっと切るか。そしたら解決するかな。こっちじゃない。こうで、ちょっとここを切ります。いつも動画だとなんか全て分かったような感じでサクサク作業してるように見えますけど、実際はこうやって試行錯誤しながらやってるんです。ちょっとだけ切って5ミリくらい切って斜めにするか。よし。刃を変えなきゃいけないんだった。よし。
で、どっちだっけ、こうか、あれ違う、こうか。こんな感じかな。ちょっとバランス悪いかな。多分この刃の下の辺とこのグリップの下の辺が平行になってた方が美しい。この角度で決めて、もうちょっとこのくらいにしたいな。今このくらいだからこう、ここをもうちょっと削ればいいか。もうちょいだ。もうちょい。大丈夫か。あ、削りすぎた。まあいいか。このくらいで固めます。いけるかな。もうちょいかな。ここはこだわりたい。この柄のラインとこの刃のラインがスムーズにつながるようにした方が美しいですよね。今ちょっと刃の方が上行ってるでしょ。この段差を解消した方が美しい、きっと。そうしないと多分完成した時に気になってしょうがなくなる。でもこっち側がだいぶ際まで攻めちゃってるな。もうちょっとここ削っても大丈夫かな。刃を削るのはな、グリップを削るのはもう限界だな。ここをもうちょっと細くしてみよう。
最悪だ。嘘でしょ。折れた。マジで。やっぱ焼き入れた後にあんまりこんな削ったりしちゃダメなんですね。粘りがなくなってマジか。もう一回やるか。もう一回やるか。まだあまりあるからね。一回これから切り出して、もうちゃんと形を決めてから焼き入れね。うまくいく方法を覚えましたね。これは失敗じゃないんです。成功への過程です。よし、やろう。まあこれはこれで後に何かに使えるでしょう。もっとちっちゃいナイフを作ってもいいんだし。さあ、さあさあ。こっから、形を整えていけばいいんですよ。正しい手順が分かりましたね。これのおかげで。もうちょっとさっき気になってたここの角度もね、今ここで調整すればいいんですよ。夢中でやってると
こういう眼鏡をつけ忘れたりするんですよ。さっき見たよっていう作業が当然もう一回繰り返されるわけです。ちょっとさっきより太いな、だいぶ。だいぶ太いな。もっと削らなきゃ。全然違うじゃないか。全然違う。メガネをつけてプラグを入れて、もうちょい、もうちょい。もうちょいだな。1ミリ。歯を作るときにちょっと減るから、こんなもんかな。こっちはちょっと反ってるな。なんかちょっとやぼったいな、形が。こっちの方が良かったな。ここが太いのか。ここが太いのか。こだわりますよ。ここもうちょっとシャープに。
んなもんか。もうちょいもうちょいもうちょい。だいぶ良くなったかな。これでいくか。そしたらこの刃に横筋をつけていきます。この動画どのくらいの長さになるかな。まあ長くてもいいか。適当に飛ばしながら見てもいいし、何かやりながらだらっと再生してもいいし、見方は自由です。なんかランダムな感じにやるのって意外と難しいんですよね。ついついね、人間ってちゃんとやろうとしちゃうんですよね。ランダムにっていうのは難しい。センスが問われる。さあどうでしょう。なかなかいいんじゃないですか。次行こう。よいしょ。刃をつけていきます。軽くね、手が切れないくらいのこの角度を、どのくらいだっけ、20度から30度ぐらい、わかんないけど、まあその辺は感覚で、こういう感じでね。反対側も同じようにやっていきます。この辺は手作業じゃないと。こっちもっと削らなきゃな。
いい感じですね。でこれがこんな感じ。いいですね。焼き入れますか。最終確認。この感じでいいかな。もっとここを深く入れた方がいいな。よし、これで焼き入れます。そろそろいい頃合いかな。焼き入れができました。そしたら軽く磨きます。またピカピカにしすぎないように気をつけつつ、いい感じかも。
傷があった方がなんか鉄って感じがしていいでしょ。これを目指してたんですよ。なのに磨きすぎてしまってピカピカに光ってしまった。このねエッジの部分だけ光らせます。もっと粗い番手がいいな。絶対機械でやった方が早いんですよ。もちろん。ただここはねちょっと手でやらないと、機械だと行き過ぎちゃったとかそういうことにね絶対なるんですよ。それはもう経験上分かっているので、ここは時間かかるけど手でやります。結構こういうものを削ったり磨いたりっていう作業は何て言うんですかね、ちょっと瞑想メディテーションに近いというか、とてもリラックスできる作業です。簡単にゾーンに入れます。なんかこれもいい感じかもな。なんかこの今この刃の部分にちょっと筋が、ヤスリの跡がこう残ってるでしょ。これはこれでかっこいいかもしれない。ここピカピカにしなくても。多分ねいろいろこういう砥石で研いだりしてたらピカピカになっちゃうんですけどね。これいいかもな。この質感ね、なんか素朴で夕べからなんか腰が痛いなと思ったら、ずっとこういう中腰で作業してるからか。椅子持ってこよう。楽だなんで最初からこうしなかったの。なんかねここ1ヶ月くらいのビデオを見返してもらうとわかると思うんですけど、緑がこの10日ぐらいですかねで一気にグリーンになりました。ここが今もう最高に気持ちがいいですね。ずっとこんなだったらいいのに、すぐに梅雨が来て夏が来てしまう。いいですね。いいですよ。そしたらグリップをつけちゃおうかな。もうそろそろ。
つけていくわけですが、こういうね、こういう接着剤、2液混合タイプのエポキシの接着剤です。強力なやつ。この A と B を混ぜて塗るんですけど、最近こういうのね、100円ショップで買えるんですよ。これはどこで買ったんだろう。ダイソー、セリア、忘れましたけど、とにかくまあどっちでも買えると思います。これでくっつけていくんですが、ちょっとアルコールで拭かないと。アルコールのティッシュです。これで脱脂します。そんなにたくさんはいらないな。くらいか。出しすぎちゃったかな。まあ、いっか。さらにちょうどよかったな。これで固まるのを待ちます。とりあえず、グリップはね、バランスを見ながらちょっとこの辺を削って、でこの長さに、いい感じじゃないでしょうか。よし。だいぶ固まってきました。まだまだあまり触らない方がいいとは思うんですが、こういうこの辺のねエッジを丸めていきます。こっからは楽しいですよ。今までも楽しかったんですけど、研磨が好きなんですよ。趣味研磨。ここは削った方がいいのかな。
こういう風に角度をつけた方がいいかもしれない。はい。軽くですね、このグリップの部分を研磨して、で、この長さね、ちょっとまだ決めかねてるんですけども、このくらい、本当はここで切るのがバランスはいいと思うんですけど、もうちょっとこの辺まで残して、ここに紐を通す穴を開けてもいいかなと思ってます。一回それをやってみようかな。でそれで変だったらここで切っちゃえばいいので、でもとりあえずね、こんな感じ。そう、これを目指してたんですよ。ちゃんとできました。グリップができたら刃を研いでナイフにします。本当はね、ここのシースっていうかケースをね、鞘を作りたいんですけど、普通に言ったらレザーですよね。レザークラフトもいよいよやる段階に来たかな。木でもいいし、それかこっち鞘もね、角で作ってもいいし、木でもいいし、キャンバス地で作ってもいいし、もう日が暮れそうですけど、とりあえず穴開けるとこまでできました。こんな感じで
こう編み込んでもいいかな。もしくは鞘を作ってペンダントにするのはちょっと物騒かなとりあえずナイフできました。こんな感じでいつも作業をしていますではなんか評判良ければこういう動画また作っていきます。ご意見ご感想などコメント欄によろしくお願いします。高評価もお願いします。あとチャンネル登録まだの方ぜひチャンネル登録してください。YouTuber っぽいそれじゃあ皆さん良い週末をお過ごしください。さよなら。